皆さんこんにちは。こんにちは。今これ何の時間かっていうと、外録チャンネルさんから、私たち家族を、取材したいですっていうことで先日お話しいただいて、でつい先ほどね、そう、本当今帰ったばっかだね。そう、もうちょっとでおもちくん寝に行かなきゃいけないちょっと時間なんですけど、その前にちょっと今感情がホクホクのね、ホクホクの今のうちに、このお知らせも兼ねたその振り返りだったりとか、その感想を述べ合う動画みたいなのを撮ってみようかっていうことで、動画を回してみました。外録チャンネルは今終わったところなんですけど、それ以外にも今ありがたいことにいろいろとちょっとメディア露出をさせていただいてて、これも今日ね話したらなと思って。何と何と何出たって。一つ目が、967分976万分の4000の1でしたっけ。964万7000分の1ドキュメンタリーチャンネルですかね、こういった医療的ケア児だったり障害を持っている方たちの一日だったりっていうのを、短いドキュメンタリー15分弱ぐらいのドキュメンタリーで発信されているチャンネルさん。これよだれ大丈夫？よだれね、大変なことになってたね。はい。ちゃんと拭いてよね。ごめん。おもちくんごめんね。おもち様。はい、ということで、それが1本と。そう、1本目と、次にあったのが玉ひよさん。ね、卵クラブひよこクラブの玉ひよさんのそのオンラインの、記事にぜひさせてくださいっていうことで、今記事が掲載されています。次がこれさん。そう、これ結構意外なコラボって言われるんですけど、これさん有名 YouTuber のこれさんから取材させてくださいってことで、こちらもご連絡いただきまして、動画に出演させていただきました。思い出話というか、そうちょっとお話できたらいいかなと思います。じゃあまず今ホクホクなね、外録チャンネルから、外録さんからちょうど今上がってるんじゃないかな、外録チャンネルの方で、そのタイミングなんでしょ、この動画。そう、多分ね、そういうつもりで撮ってるけど外録チャンネルはだから、パパはもともと見てたんでしょ。そう、俺はインタビューでも話したんだけど、中田敦彦の YouTube 大学が大好きで、であっちゃんのオンラインサロンとかも入ってるぐらい好きなんですけど、その外録チャンネルさんの方であっちゃんを取り上げた時があって、そこから初めて知るっていうことがあったんだよね。でそこからちょいちょいね見ることあったんだけど、まず外録チャンネルって、外録チャンネルって、本当にいろんな人、一般の人もいれば芸能人の方もいらっしゃるんですけど、そういう方に密着をされて、かなりその人間の奥深くまでその人生を語るみたいなところで、あなたはどんな人生を送ってきたんですかみたいな感じで結構インタビューをされて、で大体40分50分とか結構長尺だね、人の顔をグッと結構接写してインタビューをするっていう番組で、それが YouTube にね投稿されてるんだけど、それに出させてもらうって、基本なんか俺が見た感じだと一人もうマンツーマンで、そのディレクター兼カメラマンさんがそのインタビュー取材対象者に対して本当にマンツーマンで話してるって絵だったんだけど、今回ねまさかの3人でっていう、だいぶイレギュラーだったんじゃないかなと思う。だからさっきインタビュアーで来てくださった三谷さん、ちょっと3人で撮るっていうのがなかなかないからって言って構図をこう、ちょっと工夫されてたよ、頑張ってたね。しかも1人赤ちゃんだからね、最初ずっとねおもちくんずっと寝てて、今日昼間に発達センターに通所に行ってきてたんです、おもちくんで。そこで今日はあいにくの雨だったから、室内遊びでボッチャわかんない。ボッチャって書いてあった。ボッチャっていう遊びを私たち何なのかちょっとわかんなくて、この後ググろうと思うんですけど、そうボッチャっていう遊びをして遊んだらしくって、ですごいハイテンションで帰ってきて、そっから2時間半ぐらい爆睡、でそこがちょうどその外録さんのそのインタビューの時間が重なっちゃって、大半をちょっと寝てしまったんですけど、後半はね最後の方は起きてきて元気よくね、可愛らしいおもちくんが見られたんじゃないかな、元気な姿をお見せできたかなっていうふうには、どうだった？総じて、もう俺はずっと見てたから、本当にチャンネルを、三谷さんだみたいな。
あの声だみたいなそういう気持ちそうそう最初はそんな感じなるほどね。まあこう素人が失礼なんですけど本当にお上手でこう話を引き出すのが何の抵抗感もなくスラスラ喋れたなって感じで、なんか語っちゃうよね。語っちゃうなんか語っちゃうねなんか良さがあるんだよねなんだろうねあの独特のね別になんか大人になってね自分のこう気持ちみたいなのをこう一人語りするみたいなちょっと恥ずかしさあるじゃないですか、なんかそれがねできちゃうんだよねだからどんな風に映ってるかちょっと僕らもね今この現時点ではその編集された動画を見てないのでまあどんな感じかわかんないですけど、まあ今回はねきっかけでもしかしたら見てくださるね人もいらっしゃると思うんで、僕らの動画以外にも本当にたくさんいい動画があるチャンネルなのでぜひぜひチャンネルの宣伝チャンネルの宣伝いろんな人の人生があるな、そうで私たちは今回、だからおもちくんの紹介から始まっておもちくんのパパママとしてこうどんな人間なんですか的な、そうその辺にこう焦点を当ててもらって私たち自身のことをね、慣れ初めみたいなことを結構話したりとか、そこからのこういう経緯でおもちくんが生まれてからの、まあ、YouTube をやって今頑張っている思いみたいなところを結構、まあ、チャンネルに習うならかなり長尺にはなっているはずなので、ね、まさかの私たちだけ10分とかそういうことじゃないと思う。取材時間2時間だったね、そう何分になるかちょっと分かんないですけど、結構ボリュームのある内容にはなってるんですけど、逆に本当に素で語っているので、ね、そうね、だから最初に言ったそれこそ他の動画も基本編集されてたりとか、あとはまあいい部分一番伝えたい部分みたいなところをピックアップしてこうお伝えさせていただいているメディアがほとんどなんですけど、外録チャンネルさん多分ほぼほぼ使うんで、おそらくね、まあ、尺にもよると思うんだけど、そうなると結構その俺らの人間性みたいなところも垣間見えるんじゃないかなと思うんで、他のコンテンツに比べると、出会いなんかに関してはねより詳しくちょっと出来上がってくる映像の尺が長いっていうのは分かってるからこっちも変にはしょったりせずに喋ったんだよね。そうだね、その言葉でというか。ちょっと吸引する？吸引しまーす。吸引しまーす。吸引で思い出したけど、そう吸引してる姿も撮ってるし、色の部分もバッチリ映して、だからそこを使うのかどうかっていうのはちょっと気になってる。なんか今まで私たちもそうだけど他のね池谷ママさんたちとかも、色の部分を赤裸々に映してる方はそんなに見たことがない。基本そこはこうみたいな感じで、ある意味傷口みたいな感じ、みたいな手術跡というか、そういう感じだから、まあ、だけどどうなんだろう、僕の宝物映ってるかな。何宝物？お腹の宝物。あれお腹の宝物なのあれ？そうだよ。そうなんだ、ね、お楽しみに。で続いてまあちょっと時系列は前後しちゃうんですけど、まあこれが今最新で撮ったやつで、一番最初取材の本当に一番最初のオファーはその900ちょっとちゃんと確認してそれ見てるよだってスマホにちゃんと興味をね。964万7000分の1ない、です。というチャンネルからのオファーが一番最初だったんだよね。まだその時はここまでたくさんの方に全然見ていただいてる状態じゃなかったんですね。そう、オファーを受ける前のインタビューをちょっとさせてくださいみたいな、ちょっと打ち合わせじゃないけどちょっと会話させてくださいっていう感じでオンラインで会話して、そこから始まったね。そうでドキュメンタリーなんですみたいなこととか、おもちくんのことをある程度ねそこでもうこういう一日を過ごしててみたいな話をして、じゃあドキュメンタリーにぜひさせてくださいみたいな形で、いただいて、で初めてのオファーだったから私はなんか変にこうちょっと慎重になってたところはあって、そうなんだ。だって仕上がりが分かんなかったからというか、私はまだその時点でチャンネルを見てなかった。と思ってたんだよね。と思ってた。蓋開けてみたらほとんどの動画を見てたっていう。YouTube を普段そんなに見ないのに、チャンネルはほとんど見てましたっていう。それぐらいね、こういろいろね、いろんな病気を持ったお子さんとかそういうのすごい調べてたんだと思うんだよね。でまあそういうねオチもありつつ、ね、朝から晩までもう2日ぐらいそれかけて撮ったよね。そうかけて、いや3日だな。最初はもう僕らのインタビューだけみたいなの撮って、次も1日通しで撮っ
て、で最後外出するというのを撮ってって感じだね。で3日間撮影して、そこからかいつまんで14分ぐらいの動画なんです。だいぶ濃密な動画になってる。濃密な動画になってるんですけど、でも本当うまくまとめていただいたなと思ってて、本当ディレクション能力がね、素晴らしい、とんでもなくね、素晴らしかったですね。3月の中旬ぐらいに上がったのか。そっか、じゃあまあ2ヶ月1ヶ月ちょいか。なのでもうすでにたくさんの方々見ていただいてるかなと思うんですけど、コメント欄でね、おもちくんだってそう言ってくださる方なんかね、俺らのチャンネルではないけど、きっとおすすめで多分おもちくんが出てきたのかな。あれと思って多分再生してくださった方が多いのかなと思うんですけど、あっちのコメントなんかすごいおもちくんだおもちくんだみたいなので溢れててちょっとねびっくりしたよね。びっくりした。本当にこんなに知ってもらえてるのみたいな、ある意味ね、嬉しさもあり、これはチャンネルの外でもご反応してくださるっていうのはなんかちょっと嬉しかった。かなり、でその後にね、英語字幕版も作ってくれたんだよね。ね、なんか、そう今までね症例がない病気を持ってるおもちくんっていうところで、海外の人、いわゆる、海外の医療が進んでいる国のお医者さんの目に留まれば嬉しいねっていう、多分そういう思いがあってくれたのか、英語版を作ってくださって、毎回作ってるわけじゃないからね。俺らはなんか本当に運が良かったというか、ある意味、作ってくださってて、基本そっちの964万7000分の1のチャンネルの動画は妻がメインで喋ってるんですけど、そっちの英語字幕版の方はちょっと僕のボリュームが多くなってて、僕がおもちくんに対する思いみたいなところも結構拾い上げて使ってくださってるので、一回見たよって人もしよかったらその英語字幕版も見てくださると、ちょっと僕のキャラクターみたいなのも少し出てるのかなと、少し見えるかな、思って、もしよかったら見てください。で次にオファーいただいたのが玉ひよでしょ。玉ひよさん、これもメールで、玉ひよオンラインですって書いてあって、まずびっくりするっていうそうだから僕より妻の方がびっくりしてたね。いやそうね、どうしてもパパ人はねそう知ってはいるけどピントが来ないっていうね、直接すごい玉ひよを漁ってみるなんてことは多分そんなにないのかもしれないですけど、ママたちはね見ますよね、玉ひよ、でおもちくんを妊娠してから出産、そして、その入院時期を経ての退院して今までの生活っていうところをこう時期にこう段階に分けてぜひインタビューをさせてくださいっていう形で声掛けをいただきまして、これはもうこちらこそぜひっていう感じでお話をお受けして、でインタビューねお話をお受けしましてそう3本立ての記事にしますっていうことで、結構そんな豪華に書いていただけるんだと思って、なんか逆に私ちょっと失敗したなって思ったのは、3本立ての記事にしますっていうのを先に聞いてて、結構なボリュームになるぞと思って張り切りすぎて、しかも取材とか初めてというインタビュー、個人への私へのインタビューだったんですよ。玉ひよは俺関係してないもんね。私だけオンラインで受け答えしてて、で私個人へのインタビューなんて初めてすぎて、多分だけど喋りすぎただって当初予定してたのってさ、何時間だったっけ？インタビュー時間。インタビュー時間一つの枠があったんです。この枠でインタビュー終わる想定で多分組んでくださった、でそれをまずその枠を倍以上オーバーしかつ終わらず第2回の枠もオーバーするっていう第2回もオーバーしてるんだ。オーバーしました。喋りすぎだねそれね。でももうなんか不安もあるわけよ。多分これ私の性格でもあって、こちらの意図していることとちょっとずれた感じで伝わってしまうのがとても怖いというか、そこにすごく私敏感なところがあって、正確に語弊のないようにお伝えしようって思うとすぐ喋りすぎちゃうまあでも結果ね、本当にとってもいい記事になって、そう見て、びっくりした。素晴らしい何やってんの？合ってるの？っていう形で玉ひよから来ましたっていう方もね、今結構たくさんいらっしゃって、ありがとうございます。なんか本
なんか玉ひよもね、なんか育児ジャンルランキングでね、ありがたいことにトップ5、まあ3記事あって、そのトップ5内になんか常にいるみたいな状況が、今これ撮影してる現時点ではね、今1位と3位と4位とかだったかな。ありがたいことにそんなたくさんの方に見ていただいてて、こういう話を聞くとなんか嬉しいよりも先になんか大丈夫かなみたいな妻の生活しちゃうっていう、そうすいませんっていう感じなんですけどそういや本当でもありがたいと思ってます、はい。でその後ね、そのヤフーニュースとかなんかそういうのにもそうそれが多分大きかったんだよね。玉ひよから始まって連携してるそのニュースサイトさんにこう日にちをずらしてこう掲載がどんどんされていって、でそれがヤフーニュースだったり、LINE ニュースもそうなんです。そうだね、LINE ニュースだったりとか、そうビヨーン、ほら見て、ビヨーン、ほらいらないのいるでしょ、ほら、はい、そうっていう形でした、なのでまあ玉ひよさんは私のこう妊娠期、出産、そして育児っていうところを振り返った私主観の記事になってるので、ぜひまだの方はね見てみてください。なんかブログを一から読み直すってなると結構のボリュームだと思うんででもそういう方もたくさんいらっしゃるけどね。嬉しいけどね、すごいけど、まあでもそれハードル高いよって人には多分ちょうどいいんじゃないかなと、まあ、それでも結構3部作なんで長めだと思うんですけど、もしよかったら読んでみてください。はい、最後というか、まあ、3番目だね、3番目にオファーいただいたのがこれこれさんの、ね、経緯としては、私の友達がこれこれさんと知り合いで、でひょんなきっかけでこう友達がだからこれこれさんの方に先に打診をしてくれてて、でそこからその経由でお話が来たみたいな形で、そうだね、もしよかったらこれこれさんの取材受けてみないってその友達で言ってくれてね、その経由で、でとっても影響力があって有名な方などもすごい知ってたから、ね、こんなおもちくんのことをたくさんの人に知ってもらういい機会はないなってことで、まあ、僕らからはね断る理由はもちろんなかったわけで、とはいえノリノリで最初から受けたかっていうとっていうよりも確かに今までと色がかなり異なっているチャンネルさんではあったので、何でもかんでも受けようって思ってるわけでは私たちも決してなくて、これこれさんのイメージでどうしてもね最初こう炎上系 YouTuber さんみたいなことを思ってちゃうところは正直あったので、かなり慎重ではありました。確かに俺もそうなの、俺も不安がってたね。そういえば忘れてたわ。そうだ、最初そうだ、最初かなり慎重に2人ともなってはいて、ただこれまで受けた取材とはまた違って視聴者層が全く異なるっていうことが想定されるわけなんですよね。で私たちが今チャンネルをやっているこう意図意義みたいなところを考えても新しい層にそうやってリーチできるっていうのは一つ、かなり大きな意味があるだろうと、そうであるなっていうことを思ったし、炎上系 YouTuber さんっていうジャンルで有名な方ではありますけど、でも実際はすごい謙虚な方でみたいなこともお友達から聞いていましてでも過去にねそういう、まあ、病気を持ったお子さんを、がいる家庭さんにこう訪問してインタビューしてるって動画をこれこれさんが上げてらっしゃったので、そういうこともされてる方なんだ、じゃあちょっと僕らもっていうところは一つあったよね、安心できるところとしてね。っていう形でこれこれさんのチャンネルに出演させていただくこうイメージが見えたというか、っていうところだったのでお話を受けさせていただきました。でもまあ本当に会ってみて喋ってみて本当にいい人だったよね。いやそうめっちゃいい人動画外で取材費みたいな形でご支援いただいたりも実はしていて、なんか動画内でねこうお金を渡しますとかご支援しますとかっていうのってある意味自分たちのイメージアップになるからやるっていうのはすごく分かる部分ではあると思うんですけど、なんか動画外でそういう形で終わった後にこれ取材費ですみたいなさっと渡してさっと帰っていくみたいなでもまさかもらえるとは僕らはもちろん思ってなかったので、たじろいだよね、本当にいい方だったっていう感想ですね。で結果これこれさんの動画に出させていただいて本当に良かったなって思ったのは YouTube をやっている意義
みたいなところ、始めた理由みたいなところを改めてちゃんと語る場、説明する場っていうのが今までなかったんですね。私たちのチャンネルの概要欄でちょろっと触れてるぐらいで、そうそうちゃんとお話しする場っていうのがなかったから、そういう方向で話を聞いてくださって、で私たちもちゃんと意味があってやっていることです、っていうことをちゃんとお話もできたし、っていう意味で本当にねありがたい機会だったなって、そしてそこから来てくださってる、こちらのチャンネルにも来てくださってる方がめちゃめちゃ多くてありがたい限りです。あの日だけで多分2000人ぐらい登録者が、増えた、確か増えてた。ありがとうございます。お餅です。ありがとうございます。よろしくお願いします。ひょんなことがきっかけだったけど、とってもいいコラボだったな。コラボって言っていいのかどうかがコラボわかんない。コラボって言葉がまず慣れないけど、恐れ多いからコラボなんてことは言えないけども、そうそうそうね、会いに来てくださって本当に良かったなと思ってますね。ありがたかったです。はい。っていう感じで、これまで最初のその964万分の7000、4万分の7000じゃない964万7000分の1ね。頭が回ってなくてそう、で分の1のチャンネルの最初のオファーから始まって、ババババッとね、そうね、本当に全部1ヶ月以内でやったよね、これね。そう本当に4つ。そう、本当私たちももうびっくりして、じゃあ、ぜひで決めた瞬間にまた次のオファーがみたいな、なんかそのオファーがちょっと重なった月でした、その1ヶ月っていうのは。そうね、なんか結構バタバタだったし、動画の更新も全然できなかった一つの要因でもあるかもしれない、要因ではあるとは思う、ね、なのでちょっとギュギュギュッといきなり露出めっちゃするじゃんみたいな感じの印象はあると思うんですけど、でも今後もそういうお話を出演のオファーだったりいただく機会があるならば、おもちくんと私たち家族にとって、の進む道にとっていい場だなというふうに私たちが思えた場合は積極的にそういうお話を受けようというふうに思ってるので、今後もこのチャンネルだったり、そう私たちが使ってる SNS 以外の場で、おもちくんと私たち家族出てくる可能性はあります、なのでその場合はまたねこうやってお知らせだったりとか、そうね、コミュニティを使って告知とかね、ちょっと一個一個動画にしてるともしかしたらちょっと間に合わなかったり、あとおもちくんを中心に毎日回ってるところがあって、なかなかこうやって3人まとまって動画撮れるっていうのもね、難しかったりもするんで、今後はコミュニティだったり、あとは今回の動画の冒頭にあると思うんですけど、インスタグラムとかも解説してて、なんかそういうところのストーリーとか投稿でなんか告知とかしていけたらなと思ってるので、もしよかったらそちらの方もフォローしてくださると嬉しいです。ちょっとダラダラ喋っちゃったけどね。でも振り返れたね。そうね、ということで今後もおもちファミリー頑張ってまいります。はい、頑張ります。ね、皆さん今後ともぜひ、本当にもうあったかいコメントばっかりで、それが俺らのね勇気になってるというか、活力になってる部分は本当にたくさんあるんで、ぜひ仲良くしていただけると嬉しいです。お友達になってくれる人も募集します。おもちくん募集します。ということで、今回の動画は以上になります。あざした。ありがとうございました。カジサック的な締め方。そういうことね。あざした。